こんにちは。薄皮あんパン、今日も早速やってまいりましょう。材料こちらでございます。でね、強力粉、そしてあんこですね。私の大好きイオンスペシャルということで、今日はねイオンで買ってきました。でこのねあんこの方なんですけど429円、粒あんもあるんですね。粒あんの方がなんかね美味しい気がします。なんで今日こしあんでやるねんって話ですけどいやなんかたまにはいいかなと思って粒あんおすすめですね。ではやってまいりましょう。まずはぬるま湯ですね。冬場の適温がね25度から30度っていう風に言われてはいますけど、あんまりきっちりやろうと思ってめんどくさってなるぐらいなんやったら、私はね適当でもいいと思いますし、私は今日は適当にちょっと触ってぬるいかなでやっていきますけど、だいたいうまくいくのでちょっと見といてほしいですね。こんな感じでやっていきます。で今日はイオンの強力粉で作っていきますけど、安い強力粉でね作るとき美味しくするポイントこれだと思ってます。塩を減らさない。たくさん入れるわけじゃないんだけど、決してね分量から減らさないっていうのが大事だと思いますね。塩ってね悪だと思ってないみんなどう塩ってイコール悪っていう風に思いがちなんだけど、やっぱり塩味ってね美味しいって感じる、成分だと思うし、そんなにねこのあんパン全部作って1回で全部食べるわけちゃうからしっかり入れて大丈夫と思います。美味しくなるので、これにちょっとおすすめポイントでございますね。でこんな感じでですね、お水入れましたらひとまとまりになるまで、そうですね、これぐらいまで混ぜていきます。だいたいね2分ぐらいでこんな感じになるかなと思いますね。今日は牛乳も卵も入れてないんだけど、いいですね。この生地ねすごくあんパンに合うからすごく気に入っていますね。でこんな感じになりましたら、次はですね手でこねていきます。バターをこのね有塩バターで全然私はいいと思うんですけど、表面にちょっと散らしまして、手がねベタベタになっちゃうからちょっとバターに最初触らないように中に入れる感じでこねていきまして、でねこうやって外に出てくるとこれ揉み込んだりとかいう先生もいらっしゃいますね。私はもう何にも考えず力技でいくんやけどそうこんな感じでずっとね何にも考えずにこねていく。で感触がなんかね均一になってくるので、どこをこねても同じ感触になったらそれで OK としています。だいたいね3分ぐらいでそんな感じになるかなと思いますね。そしたら表面をちょっと整えまして、いいですね。で15分ぐらい置いていきます。こんな感じになりましたね。表面がねちょっとボコボコっとしてるので、これをね叩いてつるっとさせていきます。ずっとこの同じ面をね叩くっていう感じでやっていきますね。あんパンなのでちょっとでもねつるっと焼き上がりしてた方が可愛いのかなっていうのでやりますが、見た目あんまりそんなにねかわいい焼き上がりの見た目そんなにねこだわらないので、お家で食べるだけなのでねやらなくていいっちゃいいのかもしれないけど、一応ね綺麗にできたらいいなっていうのでやります。で今日は2倍に膨らましたいので半分に寄せまして、生地を
だいたいこれぐらいの高さに膨らむなっていう目安をですね、2倍になった時の目安を確認しまして、また置いていきますね。今日気温17度とかやったかな。だいたい1時間ぐらい待ちましたね。なんか2倍よりも大きい気もしますけどね。まあだいたいそんなもんでいいかなと思いますね。でここね、空気結構しっかりめに抜きました。ちょいごね生地っていうのもあるのか、空気が最後の最後までなんかねポコポコポコと表面がしてくるので、ここで結構しっかりめにね抜きまして、で丸めていきますね。でここからですね分割していくんですけど、ちょっとね地味に気持ちいいポイントがあって、まず今日の分量天板にぴったり乗るっていうのと、このあんこ1袋全部使い切れるっていう、よくないそんなにもうなんかすごい気持ちよくてさ、あんこちょっと余ったりするとね、なんかこうどう使っていいかわからんくて、最終的にパンに塗ったりして食べたりはするんだけど、なんかねこのぴったり使い切れる分量でね、何回か作ってるうちにねちょっと編み出しました。でここはおすすめポイント、この一つあたりの生地の量をだいたい 40g ぐらいにするとすごくねちょうどいいサイズ、食べきりやすい大きすぎない感じになって、これねあんパンにすごくねおすすめの量かなと思いますね。こんな感じで丸めまして、また少しお休みしていきます。ではその間にあんこの準備していきます。だいたいねあん玉を作って事前に成形する前に準備しておきましょうなんですね。こういう、丸っこいのを手でね丸めて作るっていうあん玉。ただあれねめちゃくちゃ難しいね。手がベッタベタになるから、もう今日ね極力触らないあんこに、こうやって袋を解体して、でねもう絶対触らない絶対触らないで、こうやって今日9個なので9分割してこのまま使っていきます。これで OK でね、これぐらいのゆるさだったら大丈夫だと思うんですけど、やっぱりあんパンってねちょっと固めのあんこの方が包みやすいとは言われていますね。まあ好きなあんこでいいと思いますけど。で準備完了しましたので、今日はですね1対1の比率でやっていこうと思うんですね。これね薄皮あんパンになりますそりゃそう今日薄皮あんパン作んねんからな皮も楽しめるちょうどいいぐらいのね塩梅の薄皮あんパンの比率になるかなと思いますね。では成形してまいりましょう。まずですねこの真ん中のところをちょっと膨らませると言いますのも、あんパンってね焼いた時に空洞が、この白い部分ですね、空洞ができるって言われているので、そこをねちょっと埋めてあげるためにここを膨らます。とちょうどね空洞のところに当たるので、生地がちょうど良くなるっていう風に言われてはいますね。一応やっていきましょう。であんこをのせていくんですけど、今日のねあんこの量は少しやっぱり多いと思うんですね。普通のあんパンよりね。なので包むのが難しかったら嫌なので、とにかく大きめに、一応10センチぐらいを基準としてますけど、あんまりそれにとらわれず、自分がいけるなっていうぐらいの、包めるなっていうぐらいまで大きく生地を広げていきます。であとはですね上下左右くっつけていくっていう、
これよく見るやり方ですかね。これがやっぱりね、あんこがはみ出してこないし、なんか上手にできる気がしますね。で角をくっつけていく。ただこればっかりは本当に好きなように包むのが一番楽しいから、あくまでも、私はちょっとこれでやるっていう感じですけどね。このやり方だとここにね生地がいっぱい溜まってきちゃう、とじ目がね全部ここに集まってきちゃってモコモコするって言われてるんですけど、今日はね薄皮なのでギリギリちょっと危なかったですけどあれぐらいならはみ出してこないと思います。薄皮なのでね生地が集まってきてもそんなにモコモコしないと思いますね。いいですね。なのでねこの包み方で私はやっていますね。ちょっともう一個やっていきます。大きめにね、大きめ、そしてね周りのところをちょっと薄めに、真ん中膨らまして周り薄めで広げていきまして、あとはどんどこくっつけていく。肉まん包むみたいにやるのが楽しそうやからね、そっちでやるっていうのも全然いいと思いますね。別に上手にできんでもなやりたいようにやるのが楽しいからな。いいですね。いいと思います。今日ね私道の駅が大好きなんだけど、道の駅で買ってきた賞味期限切れのいや道の駅に行って売ってた時は賞味期限切れてませんでしたけど、私がねちょっと大事にしすぎて賞味期限が切れちゃったやつを乗せていく。何にも乗せるものがなくてもこの指でねなんかグーって押さえるだけで結構可愛くなるんで、いいですね。私このね指で押さえるアレンジがちょっと気に入ってて、やっております。でねこの桜の塩漬けってね塩抜きして使うらしいね、本当はね。ただ私はこの塩濃いっていうかね、なんか塩っぽいのが美味しくて、そのまま使っちゃいますけど、こんな感じでいいと思いますね。では今日は40分ぐらいですかね。待っていこうと思います。でここですね、ちょっと難しいのが弱々オーブンなので我が家は余熱をね案外しない方がふんわり焼けたりもするかなと思います。今日はねちょっと焼き色をきれいにしたいなと思うので余熱して焼いてみますね。この辺ねお家の皆さんのオーブンによるかなと思いますね。では牛乳を塗っていきます。だいたいねあんパンって卵を塗ってツヤっとさせるっていうのが可愛い感じでねよく言われてますけど、この牛乳を塗るとねなんかちょっとマットな感じの色合いになって、すごくね私好きですね。では焼いていきます。今日は200度ぐらいで焼いてみましたね。こんな感じになりました。かわいいね。かわいいかわいくできましたね。色がね結構なんかどうこの牛乳のねちょっとマットな色合いがね結構好きですね。そうですね。やっぱりねこのちょいごね生地ちょっとね表面がねポコポコっとしたりはしますね。もっとねつるっとした方がいいんでしょうけど、でこの底の部分がやっぱりね余熱するとオーブンもねちょっと硬くなるかなっていうのはありますね。では切っていきましょうか。ふわふわの感じにねできてますね。すごい空洞がある
いろいろ対策したけどね、あれだな、でも指で多分ね押した時にあんこが沈んじゃったんだな。上にぽっかり開くっていう穴は結構ね防げてると思うね、ここでね。あとここの厚みを厚くするとやっぱり生地がね均一になりますね。上下左右ね。美味しそう。いただきます。美味しい。いやでもイオンのあんこはね粒あんの方が美味しい気はするね。好みの問題かな。ちょっとね食べ比べてみてほしいけど。でねこの塩梅ですね、1対1の比率で作ると見た感じはどうかな、ちょっと生地厚めに見えると思うんですけど、食べるとすごくねちょうどいい塩梅の薄皮あんパンにできてると思いますね。冬の季節におすすめでございます。はい、というわけで今日はですね、イオンの食材を使いまして薄皮あんパン作ってみましたがいかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さんいつも本当にありがとうございます。お相手はおなおドーナツでございました。また見てね、バイバーイ。